一瞬でできる合わせ目消し教えます。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画はすぐに次の作業に移りたい時に便利な爆速合わせ目消しの方法を解説していきます。以前に流し込み接着剤を使った合わせ目消しの方法を紹介しましたが、その方法だと半日はたまた1日ぐらい乾燥時間が必要なので、そこで作業が一旦中断になってしまうんですよ。プラモデルって待つのも作業って言われたりするんですけど、正直ずっと手を動かし続けたい時ありますよね。私もこう見えて実はせっかちなので、待つ時間ってあまり好きではありません。マクドナルドとかも最近モバイルオーダーばっかり使ってますしね。それはさておき、今回紹介する合わせ目消しの方法を知っておけば、合わせ目消しを3分くらいでできるようになりますので、ぜひ見ていってください。動画の全体の流れとしては、合わせ目消しとは、爆速合わせ目消しに必要な道具、合わせ目消し実演、爆速合わせ目消しのメリット・デメリット、まとめ、このような感じでいきます。今回の合わせ目消しのやり方から見たい方は、タイムスタンプを押してありますので、必要な道具のコーナーからご覧ください。それでは行きましょう。まずはじめに、軽く合わせ目消しというものについておさらいしておきましょう。プラモデルってパーツとパーツを合わせて組み立てていくので、その境目ができますよね。これが合わせ目です。今はちょっとわかりやすいようにわざと隙間を空けてます。そしてこの合わせ目をなんやかんやで消して、元から一つのパーツだったかのように見せる工作のことを合わせ目消しと言います。最近のプラモデルだと結構合わせ目が目立たないような作りになってるんですけど、ものによってはこの合わせ目が目立つ場所に出てくる場合があります。ロボット系だとあんまり気にならなかったりするんですけど、このザクとかジムとかは足の真ん中に合わせ目が出ちゃうんで結構気になってしまいます。こちらのザクは合わせ目を接着剤で埋めたはいいものの、処理の途中で終わっちゃってますね。あとポケプラとかですね。こちらのスイくんなんかは結構いろんなところに合わせ目があります。こちらのポケプラのハッサムも合わせ目消しと塗装を行っているんですけど、実際はハサミの真ん中やお腹の真ん中、胸の真ん中、頭の真ん中、いろんなところに合わせ目ががっつりありました。こちらのハッサムは制作の様子を動画にまとめておりますので、よかったら見てみてください。我ながら傑作です。話を戻しまして、今回はこちらの合わせ目を消す、かつなるべく待ち時間を少なくなるような方法をやっていきます。続いて必要な道具を紹介します。まずは接着剤です。合わせ目に塗って隙間を消すための接着剤です。こちらはタミヤのイージーサンディングという製品です。まあ実際はこちらのイージーサンディングじゃなくても、ウェーブさんから出てる瞬間接着剤ですとか、ホビー用のものを用意しましょう。続いて今回の肝、瞬間硬化スプレーです。こちら見ての通り缶スプレーなんですけど、接着した部分にこちらをシュッと吹きかけると、なんと一瞬にして接着剤が固まってしまいます。私はこちらのウェーブさんの匂いが少ないタイプのものを使っています。コスパを考えると、アルテコというメーカーから出てる瞬間硬化スプレーが量が多くて値段が安いです。ただしそちらは結構匂いが強烈なようです。最後に一気に紹介しちゃいますが、デザインナイフ、マジスク、ヤスリです。こちらは合わせ目を消した時に固まった接着剤を除去する時に使います。デザインナイフやマジスクで大まかに削っていって、最終的にヤスリで表面を整えるといった具合です。ヤスリの番手は400番、600番、800番、1000番。この4つがあれば大体思うような表面が作れるとは思います。それでは早速爆速合わせ目消しやっていきましょう。さあ、ここからは実際にガンプラを使って合わせ目消し実演をやっていきます。使用するキットはハイグレードのジム、こちらを使っていきます。こちらのすねの部分の合わせ目を消していきましょう。もしかして前回もジムで合わせ目消しの動画やりましたかね。まあいいでしょう。まずはある程度パーツを分解します。こちらジムのすねになります。それではまずここで試していきましょう。
まず素組みした状態だとこのように隙間が閉じていると思うんですけど、隙間にも接着剤が入るようにパーツオープナーとかを使ってちょっと隙間を開けておきます。はい、これくらい開けておきましょう。続いて開けた隙間にこちらのイージーサンディング瞬間接着剤ですね。こちらを塗布していきます。はい、こんな感じ。透明なのでちょっと分かりにくいんですけど、接着剤を塗りました。そしてパーツを閉じます。はい。この時にタミヤセメントみたいにプラスチックを溶かしつけてるわけではないので、力強くむぎゅっとしなくても大丈夫です。そしてこちら、通常であれば接着剤が硬化するのに 2,3 時間かかるんですけど、こちらの瞬間硬化スプレー、これを使うことによって一瞬で接着剤を硬化させることができます。ちなみにまだ接着剤は全然固まってません。それでは瞬間硬化スプレー吹きかけてみましょう。はい、こんだけで OK です。この時にシューッとかけてしまうとかけすぎなので、短くシュッシュッと吹く感じで OK です。はい、そうこう解説している間におそらくもう固まってます。はい、表面はこんな感じ。指で触ってみると、はい、わかりますかね。なんともう固まってるんですね。これはすごい。あとはこの固まった接着剤をデザインナイフなりマジスクなりでゴリゴリ削っていきます。削り味はプラスチックに比べてちょっと硬いんですけど、削れないということはありません。はい、マジスクで大雑把に削ってみるとこんな感じ。ちょっとまだ表面が粗いので、ここからヤスリをかけていきます。まずは400番。はい、400番で削った後はこんな感じ。ある程度目の粗い段階で接着剤の段差は除去しておくことが綺麗な合わせ目消しのコツです。続いて番手を上げていってヤスリでできた傷を消していきます。600番。続いて800番。最後仕上げの1000番。はい、ヤスリがけが終わるとこんな感じ。よく見ると隙間だった部分がちょっと黒くなってますよね。こちらは実際には隙間だったんですけど、接着剤が埋まっているので実際には引っかかりはなく、表面は均一な感じになっています。ちょっとサーフェイサーを拭いて確認してみましょう。はい、サーフェイサーを拭いてきましたが、この通りこの辺にあった隙間も綺麗さっぱりなくなっております。あまりにも早く終わったので、こちらのザク1の肩アーマーの合わせ目も消しておきましょう。はい、まずは合わせ目にイージーサンディングを塗っていきます。はい、この裏面部分も忘れずに、接着剤を塗布したら合わせ目を閉じます。そして今回ゲート処理してなかったんですけど、合わせ目消しの時にヤスリがけするので一緒に消えてくれると思うんで大丈夫です。そして瞬間硬化スプレーをシュッシュッシュッと全体にかかるように短く拭きます。はい、するとあら不思議、今吹きつけてからだいたい10秒ぐらいしか経ってないんですけど、もうねガチガチに固まってますよ。これはすごい。裏面の部分がちょっとまだ固まってなかったので、裏面にも吹きつけておきます。でこちらなんですけど、匂いは多少あるんですけど、臭いっていう匂いではないですね。例えるなら燻製のような匂いですね。人によってはいい匂いなんじゃないかと思うかもしれないですけど、あんまり体には良くないと思うので直接吸わないようにしましょう。あとは使い終わったらちゃんと換気をしましょう。はい、そして固まった接着剤をマジスクを使って除去していきます。やっぱりイージーサンディングなだけあって、イージーにサンディング削ることができますね。
この時にマジスクでカンナ掛けするのがちょっと苦手な人は240番とか120番とか、さらに粗めのヤスリから始めるのもありです。240番であれば結構ゴリゴリ接着剤を削っていくことができます。ただしやりすぎるとプラスチックももちろん削ってしまいますので、そこは全体を見つつ調整していってください。はい、一応今240番と400番でヤスリ掛けしましたので、こちらのヤスリ傷を600番、800番で整えていきます。はい、この通り綺麗に合わせ目消し、あとはついでにゲートなんかも処理できましたね。編集でカットとか入れてますけど、実際に合わせ目消しにかかった時間は本当に3分ぐらいです。マジで爆速でできます。以上、瞬間硬化スプレーを使った爆速合わせ目消し実演でした。最後に今回紹介した方法の合わせ目消しのメリットデメリットをお伝えします。まずメリットとしては合わせ目消しにかかる時間が短いということです。こちらのよく合わせ目消しで使われているタミヤの接着剤白瓶や緑瓶、こちらを使うと合わせ目が固まるのに半日から1日ぐらいかかってしまうので、合わせ目消しという作業自体にもそんだけ時間がかかってしまいます。しかし今回の瞬間硬化スプレーを使ったやり方であれば、数秒で接着剤が固まってしまうので、テンポを落とすことなく作業をし続けることができます。あとは合わせ目消しを失敗してちょっと隙間ができちゃったっていう場合でも、接着剤を塗り直してまた瞬間硬化スプレーを吹けば良いので、リカバリーもすぐにできます。そして反対にデメリットなんですけど、こちらのタミヤの白瓶や緑瓶に比べて接着部分が硬くて削りにくいということです。タミヤの白蓋のような接着剤はプラスチックを溶かして固めるので、削るときはプラスチックを削るような感覚で作業を行えるので、結構サクサクっと削れるんですね。しかしこちらの瞬間接着剤はプラスチックを溶かして固めるというわけではなく、接着剤自身がパテのように固まって隙間を埋めます。なので削るのは接着剤を削るということになるんですけど、この接着剤が結構硬いんですよ。先ほども言いましたが、こちらの瞬間接着剤の名前がイージーサンディング、直訳で簡単に削れるっていうような意味なんですけど、簡単とはいえこちらの接着剤と比べると簡単ではありません。今回合わせ目消しをしたジムの足のような単純なパーツならいいんですが、ビームライフルのような複雑な形状のものですと、接着剤をビームライフルの形状に削っていくのが結構難しいと思います。なので複雑な形状の合わせ目消しの場合は、こちらの溶かしてくっつけるタイプの接着剤の方をおすすめします。以上、瞬間硬化スプレーを使った合わせ目消しのメリット・デメリットでした。はい、時短でできる爆速合わせ目消し紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。実演の時に紹介できなかった注意点も含めておさらいしておきましょう。まず接着剤はなるべく薄く塗った方が削る時に作業しやすいです。あと瞬間硬化スプレーを吹きつけるときはシューッと長めに吹くのではなく、シュッシュッシュッと短く吹きましょう。あと実演の時に言ってなかったんですけど、固まった接着剤結構硬いので、デザインナイフやマジスクで除去するときは怪我をしないように十分注意しながら行いましょう。ちなみに無塗装の場合、塗装しない場合は無理に合わせ目消ししなくてもいいかなと私は思います。合わせ目消しをした後やヤスリで削った後が結構目立ってしまうので、そこだけ変に目立ってしまうことがあります。塗装しない場合で合わせ目消しをしたい場合は、プラスチックを溶かしてくっつけるタイプの接着剤を使った合わせ目消しか、ランナーパテというものを使った合わせ目消しをおすすめします。ランナーパテっていうのはランナーを溶かして作ったパテなんですけど、これについてはまた今後動画を上げようと思います。ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報や全塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。そうすることによって他の皆さんのおすすめに出てきやすくなり、私の動画制作の励みにもなります。また自分はこんな方法で合わせ目消しやってますよ
ていう情報もあれば、ぜひコメント欄で教えてください。他の見ている方にも役立つかもしれませんしね。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。